今回は砂糖もチョコも使わないとろける生チョコを作っていきます。皆さんは無性にチョコが食べたくなって一かけだけ食べようと思っていたのに、ついついたくさん食べてしまったなんて経験はありますか？私はよくあります。今回作るチョコは砂糖もチョコも使わず、栄養もたくさん含まれているので、ちょっと食べるだけで満足でき、罪悪感を感じることなくチョコを楽しめるレシピです。バレンタインに送っても喜ばれること間違いなしの本格的な生チョコになりますよ。では早速作っていきましょう。このチャンネルでは体に優しい季節の料理や暮らしに役立つ情報などを配信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。まず材料についてご説明します。材料はデーツ、ココアパウダー、ココナッツオイル、牛乳です。砂糖の甘みの代わりに使うものはこのデーツ。デーツは何でも大丈夫ですが、以前視聴者さんがデーツはサウジアラビア産のものが美味しいと言っていました。牛乳は豆乳やアーモンドミルクなどお好きなもので代用できます。ココアパウダーは砂糖不使用のものを使ってください。そして今回のチョコのポイントとなるものはココナッツオイルです。私はココナッツの香りがあまり得意ではないんですが、こちらのココナッツオイルはココナッツ特有の甘い香りがしないので、普通の油のようにいろいろなお料理に使えて便利です。ココナッツオイルの冷やすと固まる性質を利用してチョコを固めていくため、米油や菜種油など液体状の油では代用ができません。代用できるものといったらバターくらいだと思います。そこだけ注意して作っていただきたいと思います。まずはデーツを刻んでいきます。デーツは 100g 使います。デーツ 100g はだいたい15粒ほど。包丁にくっついたりして切りづらいので、そんな細かく刻まなくても大丈夫。適当にザクザク刻んでいきましょう。市販のミルクチョコはなんと約 45% も砂糖が含まれています。そんな砂糖をデーツに置き換えるだけで体の負担は減らせます。デーツはそのまま食べてみると黒糖のような強い甘みを持つドライフルーツです。その甘さは砂漠のキャンディーと言われるほど。デーツは砂漠の過酷な条件で育ち、その生命力の強さから生命の木と呼ばれています。栄養価が高いのにカロリーは控えめ。貧血予防に役立つ鉄や銅が豊富に含まれるほか、食物繊維を多く含む代表格の野菜、ごぼうより 1.3 倍もの食物繊維が含まれています。現代人は特に不足している亜鉛やマグネシウムも含まれ、他にもたくさんの栄養が含まれています。切ったデーツに牛乳を加えていきます。デーツに水分を吸わせて柔らかくしたいので、このまま冷蔵庫で一晩置いておきます。時間がないときは3時間ほどでも大丈夫ですが、デーツにしっかりと水分を吸わせることで出来上がりの滑らかさが変わってきます。一晩経ちました。デーツがふっくらしていますね。そしたらミキサーやブレンダーなどにかけてペースト状にしていきます。
柔らかくなったらボウルに移していきましょう。ココアパウダーを入れます。ココアとチョコレートは共にカカオ豆を原料とする食品です。カカオ豆を焙煎、粉砕した後、ペースト状に煮詰め、脂肪分を除いて粉末にしたのがココア。ペーストに香料や糖分などを加え、固形にしたものがチョコレートです。ココアは嗜好飲料の中でも非常に栄養価の高いのが特徴で、タンパク質、カルシウム、カリウム、鉄、ビタミン B 群、食物繊維などを豊富に含んでいます。効用としては疲労回復や動脈硬化、高血圧、血栓症、貧血、便秘、肥満などの予防に役立ちます。次にココナッツオイルを用意します。今の季節は固まっていることが多いので溶かしてから使います。熱湯ではなくぬるま湯で大丈夫なので、お鍋にお湯を用意してココナッツオイルをパッケージごとつけておきましょう。ココナッツオイルは25度前後で溶けてくるので、エアコンが当たる場所など暖かいところに置いておくだけでも溶けますよ。ココナッツオイルを溶かしている間に型にクッキングシートを敷いていきます。型は何でも大丈夫。今回はバターケースを使っています。クッキングシートを型の形に切ります。きれいに切ると出来上がりの表面もきれいになりますよ。ココナッツオイルが溶けました。ココナッツオイルが溶けたらボウルに入れていきます。ココナッツオイルは 90% が不飽和脂肪酸なので酸化しにくい油。酸化した油を取るのは体にとってあまり良くありません。ココナッツオイルには中鎖脂肪酸がたっぷり。中性脂肪になりにくく、ダイエットにも効果があると言われています。ここで一度味見をしてみましょう。この時点では市販のチョコと同じくらいの甘さです。プレゼントするにはこのくらいがいいかもしれませんが、甘さ控えめにしたいときはココアパウダーをプラスします。小さじ1杯ずつ足していき、お好みの甘さに調整していきましょう。このまま型に流してもいいんですが、ちょっとボソッとなっているので、さっきココナッツオイルを溶かしていた湯煎にかけます。そうするとココナッツオイルがまた溶けるのでトロトロになってきます。こうした方が出来上がりの口どけが滑らかになりますよ。あとは型に流すだけ。薄すぎず厚すぎずちょうどいい分厚さになるように調整しながら入れましょう。全部入れると分厚くなりそうだったので2つに分けました。表面をきれいにならしましょう。できたら冷蔵庫で冷やします。30分くらいで固まりますが、分厚い時は1時間くらい冷やした方がいいと思います。1時間経ちました。いい感じに固まっていそうですね。美味しそうです。
お好きな大きさに切っていきましょう。両端を切り落として小さめに切ります。最後にココアパウダーを振りかけます。完成です。見た目は市販の生チョコそっくりではないでしょうか。砂糖がたっぷり入ったチョコは一度食べると止まらなくなってしまいます。食べるほどにその欲求が止まらなくなる中毒性の強さは本当に危険です。砂糖をデーツに置き換えた生チョコは比較的ヘルシーで、デーツやココアパウダーに含まれる栄養も取れるので、罪悪感を感じることなくチョコを食べることができますよ。フォークで切った感覚はねっとり。いただきます。デーツの甘みが濃厚で美味しい。ココナッツオイルが口の中でとろけるので、口どけも市販の生チョコのようです。チョコも砂糖も生クリームも使っていないとは思えないくらい濃厚で、一つ食べるだけで満足できますよ。この生チョコをプレゼントする時の注意点なんですが、先ほどお話ししたようにココナッツオイルは25度前後で溶けてしまいます。暖かい部屋に長時間置いておくと溶けて形が崩れてしまう可能性がありますので、そちらだけ注意してください。砂糖も板チョコも使わないとろける生チョコ、いかがだったでしょうか。出来上がりはかなり本格的なので、贈り物にもぴったりですよ。ぜひ作ってみてくださいね。最後までご視聴していただきありがとうございました。